作曲家の畑中正人です。今回はですね、このモーグのマザー32についてお話ししたいと思います。私はこれを2019年に買いまして、このチャンネルでストライモンのブルースカイと GCA のプラスペダルの組み合わせで即興演奏している動画もあるんですけども、この楽器にはですね、シンセサイザーの基本がぎっしり詰まっていると思いますので、改めてこのマザー32についてお話ししたいと思います。外観はこんな感じで、重さは意外と軽くてですね 1.5kg です。この機種はですねセミモジュラーシンセと言われてまして、本来は部品、モジュールごとにバラバラなものがすでに内部接続されてますので、特にパッチケーブルを挿さなくてもいきなり音を鳴らすことができます。こちらの面には電源アダプターとオーディオアウトがついてます。ちなみにオーディオアウトにはヘッドホンを挿すこともできます。ただですね、これ電源スイッチがないんですね。なので電源アダプター挿すといきなり電源が入っちゃいます。なので電源入れる前は必ずボリュームをオフにしてからにしてください。で、まずこちら囲ってある部分なんですけども、 VCO ボルテージコントロールドオシレーターと呼ばれるエリアです。つまりは発信機ですね。電子音が出るという根幹の部分になります。こちら囲っている部分が LFO と呼ばれていますけども、これは音色とか音程に変化を加える機能を持っています。そしてこちらのエリアが VCF ボルテージコントロールドフィルターです。でこちらはフィルターをかけてですね、音の低域から高域まで、いろんな周波数成分がありますけども、それらの調整を行う部分になります。はい、そしてこちらが VCA ボルテージコントロールドアンプリファイアというところで、要は全体の音量を調整する部分になります。はい、こちらが EG エンベロップジェネレーターです。こちらでは音量の時間的変化を調整することができます。はい、そしてこちら VCO の中のフリケンシーです。でこちらはオシレーターのピッチ、音程ですね。音程をこのセンターの位置から上下1オクターブの範囲で調整することができます。いわゆるチューニングもこのノブを使って行います。こちらのスイッチが VCO ウェーブです。オシレーターの波形を切り替えることができます。で上がパルス波、下がノコギリ波。パルス波は明るめの音色、ノコギリ波はブラスとかシンセベースに使うことが多いです。こちらパルスウェズスです。パルス波の幅を調整します。これを回すことで倍音の質感を変化させることができます。はい、こちらがミックスです。でこちらは VCO と内蔵されているホワイトノイズとのミックスバランスを調整することができます。はい、そしてこちらカットオフとレゾナンスです。で、こちらの2つがですね、一番音色変化が分かりやすい部分なんですけども、でこちらはフィルターをかけて低音域もしくは高音域を弱めるポイントを調整することができます。でレゾナンスなんですが、こちらカットオフで設定した帯域を強調させる、今度は量をですね、調整することができます。ちなみにカットオフの幅なんですけども、低い方は 20Hz、高い方は 20kHz になっています。
こちらのスイッチが VCA モードです。こちらオンにすると常に音が鳴る状態になります。そしてこちら EG にするとエンベロープジェネレーターでコントロールすることができます。はい、そしてこちらボリュームのつまみになります。全体の音量をコントロールします。はい、そしてこちらがアタック、サステイン、ディケイを調整する部分なんですけども、通常シンセサイザーはですね、時間的変化をアタック、ディケイ、サステイン、リリースっていう4つに分けてるんですけども、この機種ではアタックとサステインとディケイを調整できます。ディケイのつまみを左に回すと音が短くなって、右に回すと長くなります。一方、アタックはですね、左にするとアタック音が強くなるんですけども、右に回すとゆっくり音が立ち上がるようになります。こちらサステインスイッチをオンにすることでより長く伸びる音というのを作ることができます。そして今度は VCO と LFO の関係なんですけども、試しにですね VCO モジュレーションソースのスイッチを LFO に切り替えて LFO を VCO に干渉させます。そして LFO レートノブを回すとですね、音が様々に揺らぎ始めます。その隣にある LFO ウェーブスイッチなんですけども、こちらは LFO の波形を三角波と単形波のどちらかを選ぶことができます。そして今度は VCF モードスイッチです。これはフィルターの特性をローパスもしくはハイパスに切り替えることができます。ハイパスでは低音域がカットされて高音域だけが強調されます。反対にローパスは高音域がカットされます。はい、そして VCF モジュレーションソースのスイッチとその隣にある VCF モジュレーションアマウントなんですけども、こちらのつまみは VCF のカットオフにかかる変化の深さを調整します。そして VCF モジュレーションソースのスイッチは EG エンベロープジェネレーターと LFO を選ぶことができます。つまりは EG を使って時間的な変化を与えるか、もしくは LFO の揺れで変化を与えるのかということになるんですけども、例えば VCF と LFO を組み合わせるとこのように音が変化します。そしてこちらグライドです。でこれを使うとですね、音と音の間のピッチを滑らかに変化させることができるんですけども、それの度合いですよね。この時間的変化を調整することができます。そしてこちらはテンポのつまみになります。こちらはですね、内蔵されているシーケンサーで組んだパターンのテンポを調整することができます。でこちらは VC ミックスというつまみなんですけども、こちらはですね、主にパッチケーブルを使って様々なコントロールをするためのものです。
で、これは特にパッチしていない場合にはですね、使わないつまみとなります。こちら VCF モジュレーションポラリティというスイッチなんですけども、こちらはですね、VCF のカットオフにかかる変化の方向をですね、プラスかマイナスに切り替えることができます。実は自分はこれあまり使いこなせてなくてですね、私は通常プラスにして使っています。はい、ということで今回は基本的な概要をお送りいたしました。次回の解説動画ではその他の機能についても触れていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。